どうも、フリーキャド速攻解決ティップスのコーナーです。よくある疑問点や使い方などを速攻で解説します。今回はガサの刃文様のコースターを作ってみたいと思います。この形状ですが、フリーキャド、つまり B レップ形状としては非常に破綻しやすい条件が揃った構図です。図形同士が接する部分で微小なズレが起きやすく、自己交差が発生しやすいです。そこで今回はいかに破綻させずに完成させるかという安定したモデリング手法に重点を置いて解説します。具体的には、逐一、幾何形状のチェックを行う、途中で必ずブーリアンで確定させる、リファインはフォルスにする、この3点を軸に進めます。ちなみに、普通に作ろうとすると失敗しますので、メッシュ化して回帰しようとしても、結局失敗した例を背景に表示しています。完全に非多様体状態でこのままでは STL 出力できないことがわかると思います。エッジ破綻や B レップの細かい説明に関しては別動画。フリーキャド速解、フィレット、面取りが壊れる理由と設計ルール。フリーキャド、メッシュ、vs B レップ、B レップの構造と特性をご参照ください。同動画では頻繁に幾何形状のチェック、機能で破綻していないか確認します。ガートワークベンチとドラフトワークベンチを行ったり来たりしますが、破綻を防ぐための対策です。これを行わないと、仮に見た目上ちゃんとできていたとしても、STL 出力に失敗します。別動画は理屈編、当動画は実践編という立ち位置でご覧ください。それでは、始めましょう。まずは、ガートワークベンチを開いて、スケッチアイコンをクリックしてください。XY 平面に作図します。では、正六角形のスケッチを描きましょう。ここでは、原点を中心に、半径 10mm の六角形を描きます。六角形を描きましたら、各頂点から対角線を描画します。操作画面の通り、頂点から各頂点へ線をひたすら描いていきます。ちょっと面倒ですが、早送りで一気に描きます。さて、魔法陣みたいな形状ができましたでしょうか？せっかく描いた魔法陣ですが、ここで必要となる線は、画面の赤線で表示している2つの三角形からなるひし形形状3つです。この赤線以外の線は、エッジをトリム、機能で削除します。必要な線は残すように気をつけながら線を切り落としていってください。スケッチが複雑なほど、後から形状破綻が起きやすくなりますので、要注意です。すべて切り落とすと、画面のような形状になっているはずです。さて、この図形は、ガサの刃文様を線で描いただけで、このままでは立体化できません。そのため、線を立体化できるように、幅を持たせる必要があります。操作画面の通り、コントロールキーを押しながら、三角形の線を選択してください。続いて、ジオメトリをオフセット、アイコンをクリックします。すると、選択した三角形のサイズを変更して、新たに三角形を描画できます。ここでは、マイナス 0.7mm と指定しました。つまり、元の三角形より 0.7mm 小さいサイズの三角形を描いたことになります。さて、この小さい三角形の作成作業をすべての三角形に対して行います。合計6個の三角形がありますが、ひたすら作成しましょう。最後に、六角形の外枠と小さい三角形の穴のスケッチだけにします。赤線で表示した線を削除します。では、エッジを選択して削除してください。いかがでしょうか？外枠の六角形と穴あげ用の三角形6個だけの図形になりましたでしょうか？では、スケッチを閉じましょう。ごし出しアイコンをクリックしてください。ここでは、ごし出しの長さを 4mm とします。正常に立体化できましたでしょうか？では、念のため、幾何形状のチェック、アイコンをクリックしてください。形状に問題があると、ジオメトリの結果を確認の欄に、壊れたエッジや面が表示されます。今回は、特にエラーは出ていませんね。これで、ガサの刃文様の形状を構成する、一つの六角柱が完成しました。このガサの刃文様の六角柱をハニカムパターンとしてずらっと並べます。
5ラフトワークベンチを開いてください。作成した六角中のエクストルードオブジェクトを選択して、整列、アイコンをクリックします。ここでは、横に8個、縦に8個、ずらっと並べたいと思います。ここで、縦方向は、奇数行、偶数行で、X 座標をずらす必要があります。そのため、まずは、奇数行だけ作成します。補足説明ですが、背景に六角形を並べる際の計算式を表示します。奇数行と偶数行を分けるのは、ハニカム構造特有の半ピッチずらしを確実に行うためです。座標計算は、六角形の半径 R を基準とした図のような関係になっています。一見複雑ですが、当動画では、設定する値をそのまま数式ごと入力できるように説明します。ひとまず、計算式の理屈がわからなくても大丈夫です。正直、覚える必要はありません。この動画では、コピペできる形で説明します。今回は、六角形の半径を 10mm として計算した値を入力していきます。さて、元のフリーキャド画面に戻ります。要素の数は、X は8、Y は4と指定します。それでは、プロパテ設定で配置位置を調整します。インターバル X の項目に数式を入力します。10×SQRT 3と入力してください。続いて、インターバル Y の項目に 2×1.5×10 と入力してください。これで、奇数行のハニカムパターンがずらっと生成されました。では、この時点で、形状が破綻していないかチェックします。ガートワークベンチに切り替えます。幾何形状のチェック、アイコンをクリックしてください。ジオメトリの結果を確認、2エラーが出ていますね。今回の作業環境では、ここでエラーが発生していますが、状況によって出ない場合もあります。例えば、ファイルを開き直す、後で再計算が走ると、出ない場合もあります。ということで、形状同士をぴったり配置しようとすると、計算誤差によって、面が重なって、自己交差や微小エッジが発生しやすい状況となります。ここで、モデルツリーのアレイを選択して、ブーリアン結合を実行してください。結合が終わったら、もう一度、幾何形状のチェック、アイコンをクリックしてください。ジオメトリの結果を確認、欄のエラーが消えてますね。これは、ブーリアン演算の過程で、ジオメトリが再計算されて、BREP 構造が作り直されることで、不安定だったトポロジが整理されたためです。また、後で設定しますが、再構築されて、綺麗になったトポロジを壊さないために、リファインはフォルスに設定します。では、グラフトワークベンチに戻りましょう。ガートワークベンチで生成したフュージョンを選択して、クローン、アイコンをクリックしてください。これで、奇数行の配列パターンを丸ごとコピーしました。では、偶数行に配置されるように位置をずらします。プレイスメント項目の X を 0.5×10×SQRT と設定します。プレイスメント項目の Y を 1.5×10 と設定します。これで、偶数行もぴったり一致があって、ハニカムパターンになりました。さて、またガートワークベンチに切り替えます。グラフトワークベンチでクローンしたフュージョン001を選択して、幾何形状のチェック、アイコンをクリックしてください。ジオメトリの結果を確認、欄はエラーが出ませんでした。念のため、クローンのフュージョン001もブーリアンで結合します。これは一見無駄な作業に思えますが、クローン参照元の依存関係を整理して、BREP 形状を内部的に再計算、確定させるのが目的です。さて、このフュージョン5、フュージョン002をブーリアン結合する前に、リファインプロパティをフォルスに設定しましょう。リファインプロパティをトゥルーにすると、トポロジ ID は整理されますが、BREP の内部構造が破壊されます。トラブルの元にしかなりませんので、フォルスに設定します。あとは、フュージョン5、フュージョン002をブーリアン結合します。これで、ガサの波紋行のパターンが出来上がりました。コースターのベースとなる円柱を配置します。ここでは、
円柱の半径は 40mm、高さは 4mm とします。では、傘の刃文様のパターンを円柱の中央に配置されるように移動しましょう。ここでは、4列目、4行目の六角柱が中央に来るように設定します。プレイスメントの X を-35×SQRT、3と設定します。プレイスメントの Y を-4.5×10と設定します。あとは、円柱と傘の刃文様パターンを共通集合で円形に切り抜きます。その前に、傘の刃文様パターン、フュージョン003のリファイン、プロパティをフォルスに設定しましょう。さて、改めて共通集合を行います。ちゃんと円柱で切り抜くことができました。さて、この共通集合のリファインプロパティもフォルスに設定します。あとは、仕上げとしてコースターの縁をペイントを使って作成します。外側の半径は 40mm、内側の半径は 38mm、高さ 5mm とします。あとは、円筒と傘の刃模様の円盤をブーリアン結合します。これで完成です。念のため、幾何形状のチェック、アイコンをクリックしてください。エラーはありませんね。これで STL ファイル出力も正常に行えます。いかがでしたでしょうか？作り方はいろいろありますが、動画主が試した限り、とにかく形状破綻が多発しました。いちいち面倒かもしれませんが、幾何形状のチェックで頻繁に確認すること、ブーリアン結合で B-REP 再構築を行うこと、リファインプロパティをフォルスにすること。これで、だいぶ安定した作図が可能となります。形状破綻が頻発する際の参考にしてください。今回の速攻 Tips はここまで。ご視聴ありがとうございました。